こんにちは、加藤です。今日は2月の2日というわけで、もうそろそろ受験が始まってきてるのかなと思いまして、美術系高校受験を考えている予備校とか画塾に通っていない、独学で勉強している中学3年生に向けて少しお話をしたいと思います。かつて私、予備校の先生やってた時期が長かったんですけれども、美術系高校の受験、中学3年生も受験指導してた時期があります。予備校とか画塾とか通っていない子が美術系高校の受験をする場合に結構不安に思っていることが多いと思うんですね。そこで今日は大事なポイントを3つに絞ってお話ししたいと思います。入試直前はあまり多くのことを欲張ってあれもこれもできるようになんなきゃって思わないで、これだけはしっかりやるぞっていうふうに決めて取り組む方がいい結果につながることが多いと思います。まず1番目、一番重要なことは時間内に作品を仕上げるということです。つまり複数のモチーフ、単体のモチーフではなくていくつかのモチーフがセットされていて、それを描きなさい。主に卓上の静物が多いと思うんですけれども、何種類かの丸いものだったり四角いものだったり、工業製品だったり自然物だったり、いろんな種類のものが複数置かれていることが多いと思うんですね。そうした時に自分の得意なものをしっかり描いているんだけれども、ちょっと手が入らないな、苦手だなって感じているものが後回しになることがよくあります。そして時間が来た時にここはすごくしっかりと書いてあって仕上がっている。見応えがある。だけど、このモチーフに関してはまだあまり手が入ってない。そんな風な一枚の四角い画面の中で書いているところとそれほど書いていない作品の完成度にムラがあると、その作品は未完成と思われる場合があります。入試で一番重要なのは完成している。っていうか、仕上がっている。仕上がりにムラがないことが重要になります。未完成って思われると、それは減点の対象になってしまうので、結構粗いタッチになるかもしれませんが、しっかりと手が入っている。ムラなく全体を描いている。っていうのを一番に気をつけてください。時間内に仕上がっていることです。2番目。入試で高得点につながりやすいポイントの一番重要な点として、構図。大きく入れるっていうポイントがあります。例えば、こんなモチーフがあったとします。レンガ2つの上にボールが乗っかってるなんていう場合に、こちらとこちら、余白が結構しっかりと取られていて余裕はあるんですけれども、例えばこんな風に少し大きめに入れた、そんな構図の絵と比べてみるとどうでしょうか。こちらの方がちょっと窮屈な気もするんですけれども、大きく画面に入れているせいで結構迫力を感じる。絵としては強さにつながりやすい。余白がちょっと多めというか、一般的にはこういった余白の取り方自然なんですけど、入試においては少し大きめくらい、気持ち大きめくらいに入れた方が絵として強く見える。作品として迫力を増すことがありますので、入試におけるコツポイントとしては少し大きめに描く。っていうのを意識するといいと思います。では3番目のポイント。これは少し濃く描くです。普段鉛筆デッサンをやっている時の自分の筆圧、強い人もいれば弱い人もいると思います。そうやって仕上がった作品が少し濃いめと言ってもコントラストがちょっと強めに、暗い色が暗く、黒い色が黒く使えるような、表現できるような色を濃いめにつける。デッサンにおける調子の白から黒までトーンを使うとした時のその暗い調子をしっかりと乗せてあげるっていうことで、画面に暗い色がしっかり入った方が作品としての密度が上がって見えます。手数が入っているようにも見える。ちょっとくらい粗いタッチでも濃いめに、普段 4B くらいまでしか使ってないという人が少し濃いめの5B とか 6B で各ポイントも加えてあげる。できることならちょっと明るい方、普段 HB、H くらいまでしか使っていないという人が 2H とか 3H の鉛筆を使って白っぽいもの、明るいっぽいモチーフを明るく表現する面積をちょっと増やしてあげる。そんな風に通常のデッサンの明るい側と暗い側の調子の色幅を少し増やしてあげる。それだけで作品の密度が上がって見えてくると思います。
今日は美術系高校受験を控えている中学3年生、それも予備校とか画塾に通っていない独学で書いているという方に向けて3つだけ入試直前の試験ではこんな風にするといいですよっていうポイントをお話ししました。そうだ、最後にね、ちょっとおまけで、結構これ聞いとくと役に立つと思うことを説明しておきますね。円柱形態、瓶とか缶とかいろいろありますよね。こういうものを書くときに結構皆さん上の楕円はね、綺麗に書けるんですよ。裏側が見えているせいで。なんですが、下のこの、接地面を書くときに、こうなる人が多いので気をつけてください。わかりますか？ここが直線から曲線に変わるときに角ができている。角ができているのは気をつけましょう。そして、ここがちょっとね、直線的になる。カーブを意識するのがここを意識するあまり、ここが直線的になる。こんな風な底の形を描く人結構多いんですね。これ気をつけましょう。じゃあどうなればいいのかっていうと、ここをね、少し外側に膨らませてあげます。そして、ここに角ができないように、裏側もちょっと想像して、楕円を描くようにしてあげるといいです。ちょっと書いてみましょう。こんな風に来たら、下は楕円を想定して、その際に上の楕円よりも下の楕円の方がちょっと丸みが強くなるように意識して、こんな感じですね。わかりますか？ここに角ができていない。直線と曲線がぶつかるところに角ができていない。綺麗に曲線にぶつかる。つながる。そしてここが外側に十分に膨らんでいる。このカーブが、どう言ったらいいんでしょう。この歯型になっていない。真ん中だけがカーブが強くて、この歯型になっていなくて、綺麗に丸として、楕円としてつながって見える。こんな感じの楕円が描けると、上が描ける人でもね、下結構おろそかになりがちというか、ちょっと気を抜くとこんなカーブになりやすいので、気をつけてみてください。今日の動画は以上になります。それと、100人100作品高評会の作品募集やっておりますので、下の概要欄をチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。